主創刊65周年を記念した完全新作アニメ「東京ミュウミュウミュウ」の主人公桃宮いちご役を決める声優アイドルオーディション。3000人以上の中からついに11名となった参加者。いよいよ運命の最終審査、東京ミュウミュウミュウプロローグスタート。最終審査の内容はグループごとに分かれて歌、ダンス、演技それぞれの講師陣による特別レッスン。イベント審査からどれだけ努力できたか、レッスンの中でどれだけ成長できるかを見ていきます。歌とダンスのレッスンで取り組むのは新課題曲「レゾリューション・オブ・カラーズ」。明るく元気なビタースイートダーリンとはまた別のテンポも速くなりしなやかでかっこいい表現が求められます。演技レッスンでは滑舌チェックやイチゴのソロシーンに加え、掛け合いシーンでイチゴ、ミント、レタスを順番に演じるという課題に挑戦。今回ご紹介するのはレチョパ、モモティ、天馬勇気の3名です。すごい緊張はするんですけど、緊張よりも楽しみっていう気持ちがすごく大きくてワクワクです。今日は自分らしく自分の全てを 100% 発揮できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今もう気持ち悪さと期待と不安とドキドキで漢字で表すとしたら乱れるっていう字ぐらいに今体の中がすごいことになってます。いちごちゃんになれるように頑張ります。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。失礼します。目もしっかり。おはようございます。おはようございます。ではとりあえず歌ってもらいますよ。で今3人で同時に歌ってもらいますから、では音楽流してもらうので。ずっと輝いてあどけない訴求守りたいのは私たちのは。ちょっと一人ずつ一回聞いてみたいんだけど、天満、はい、レッスンって楽しい方がいい、厳しい方がいい？厳しい方がいいです。なんで？レチョパはなんで？厳しい方が今後の自分のためになるからです。モモティは？楽しいだけだと甘えになってしまうので、自分ではわからないこととかもしっかり教えていただきたいです。なるほど、はい、先に言っとくね。プロって褒められないと上手くならないよじゃダメだと思ってんの。みんなに褒められてできないところを知らないでいること、裸の王様ってことですよ。自分が裸であることを知ってほしいんです。今日3人並んでるけど、これみんなライバルだもんね。はい。何見せるとこ？自分の最大限の力を。そう、私オーディションっていうのは自分がどんなことができなくてそれさらけ出せるかっていうことだと思うんです。隠してたらうまくなれないんです。結局自分のオリジナリティとかキャラクターとか、あともともと持ってるパーソナリティを見て、この子は今ものすごい下手だけど将来すごい子になるんじゃないか、そういうことをこういうことを考えながらみんな見てるわけだったら、かっこいいところとかやってる感を見せないでちゃんとさらけ出してできないところもできるかのように見せといて、そしたらボロが出てどうせ僕はそこを直さなきゃいけないから。さあそしたらちょっと一回ピアノで歌いたいんだけれども、テーマ楽譜読めるの？はい、ちょっとそこまで一回喋ってみてくれる？ずっと輝いてあどけない早急、守りたいのは私たちのワールド。もう一回やってごらん。ずっと輝いてあどけない早急。今自分で聞いてて一番最初の声割れてるの分かってます？ずっと輝いて、ずっと輝いてあどけない早急、守りたいのは。まずそもそも基礎ができてないっていうのをすごい言われて、で言われたこともすぐできない自分がすごい悔しくて、その部分が心残りでした。先生に発声ができていないところとか腹式呼吸ができていないとか、それは自分でもともと練習できたはずなのに、それが本番で出さなかったのところが一番悔しいポイントです。もう一回やってごらん。ずっと輝いてあどけない早急、守りたいのは私たちのワールド。それを考えて歌ってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。ずっと輝いてブレスあどけない
ちゃんと歌えることになってるんです。これだと人の心にストレートにつながります。はい。その後にいろいろ節回し入れたりいろいろするの。はい。今はそんな手段はあなたの必要ないと思う。はい。はい、ももティ、今の聞いてて同じことをやってごらんなさい。はい。ずっと輝いてあどけない送球。ずっと輝いてあどけない送球守りたい。ずっと輝いてあどけない送球とかそういうのってあなたの中にはないですか？一つで始まっちゃうと同じリズム感になっちゃって。はい。守りたいって3回言ってくれる？守りたい守りたい守りたい。うん、全部アップに前なんだけど後ろに引くってこと知らないかな。守りたい。例えば歌は本当に好きなので、でもなんだろう、イベント審査の時はあんまり感情が入れられなくて段取りで歌ってるようになってしまったので、なんか今回は歌詞の一つ一つの意味だったりどうしてこういう気持ちになるとかも考えて結構練習するようにしました。カエルはどう鳴く？ゲロゲロ。その後はゲロ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 。クワクワクワ。そのクワが違うの。クワクワクワってなくて後ろのクワっていうさのどちんこのあたり上げてほしいんだけど3はいクワクワはいクワ全部押すことしかできない。クワクワクワ後ろに引かないといけないの。クワクワクワ開いてクワクワ。そういうことです。耳のここにこう開けたがあるよね。って言うの。絶対閉じちゃダメ。そのままクワクワクワ。そっちの方です。そうです。そのままちょっと変な声になってもいいから声作らない。守り三投手守りたいのはそれがまずできてから横に引くということです。みんな表面ばっかり直してて内面をぐちゃぐちゃにそのままにほっときすぎです。はい。内面から鍛えましょう。はい、レッチョさんやってみますよ。ワン、ツー、3、はい。ずっと輝いてはい、ちょっと喋ってください。ずっと輝いて。いいですか？こういう声出せるの。まずハミングやるよね。やってみな。口閉じて、ほら口閉じて。ニュートラルな声で出すのをより意識して作りすぎちゃったなってところがあって、なんかそれも反省しつつ自分の元の声を生かしたいちごちゃんを演じたいって思って、その自分の地声をより鍛えてました。お腹を引っ張る。でちょお腹張ってるよ。それじゃバーンって引っ張る。そう手使って3はい。背筋があなたなさすぎるの。背筋で歌を歌うの。腹筋実は関係ないの。腹筋硬くすると声なんか出ないからね。それで背中に引っ張ってあげるということです。さあその次広がるを全員やってみます。どんな変な格好してもいいから動いてくれる。逆に変な格好の方が面白い。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、今のさ、一番高い音どうだった？出ませんでした。出ませんでした。出てたけれども、あーって上の方に上ずってたんです。はい。さあ、音が上ずることが、それを音を決めることが一番今評価されるのか。その音を超えてでも高い音出てしまうのが評価されるのか、どっちだと思う？高いね。そうだよね。みんなこの音楽を聴いて耳コピしてそのまま綺麗に間違えずに歌う。これが競技大会になっちゃうの。はい。いいガタガタでめちゃくちゃでもいいからその中にキラッと光るものを見つけたいな私たち。はい。レチョコ、あなた、はい。セリフやってる時にね、私はあなたのことすごく印象にあってこの前の。はい。そのオリジナリティが今ちょっと歌で感じられないんです。真面目に歌わなくて結構です。ふざけてください。はい。でも一生懸命ふざけてほしいの。ふざける一生懸命ふざけることはふざけてることに入らない。真面目にやってることなんだ。はい。歌のレッスンを受けたことがなくてすごい新鮮でいろんなことをこう吸収できたのですごくいい時間でした。求められてることをこう答えられるようにもっともっと努力したいなって思いました。最後にもう一個教えておくよ。さあ天満、はい。最初の上の文字なんて言うのそれ？さ。だよね。じゃあこれでそれを発音してみて。さ。さ。オッケー。なんて書いてある今？さってところは合ってる？ SA。ではその S を取った部分だけやって。あ。はい。じゃあ青を取った S の部分だけやってみて。あれ？ちゃんと音入れてください。そしたらそのあのところどうなっちゃう？
テーマ何が分かった？母音がないと言葉がそう、母音にしか音は入らないの。母音にしか音は入らないから綺麗な母音でちゃんと歌ってないと、逆にギャーって言った時に声潰れちゃうの。そういうことやんなきゃいけないでしょ。それやるために I will, you will, I will って言ってたの。うわーいえやってごらんさ。はい、うわーいえ開けて口。ワン、ワン、ツー、スリー、フォー。広がるどれだけ他の人と差別化を図れるかっていうのを一番考えて、私らしさを出しつつもその審査員の方のこの指摘されたことをこう組み合わせてなんとかオリジナリティを出そうと頑張りました。何はともあれ私はやっぱりこう人よりもちょっとこうネガティブに考えちゃうところがあるので、こう準備とかの段階でもここはなんでこうなんだろうと思ったらもうそれをどんどん追求して誰よりも全てのことに詳しくなろうっていう気持ちでセリフをもらったら全部暗記するし、できることはもう全部やろうっていう気持ちで頑張りました。さあみんな歌う時に一番大切なことは何だ？一番大切なことは何が言いたいのあんた？本当の私を知ってくださいってことでしょ？なんとなく分かります。あなたが一番気持ちいいのはどういう歌い方ですか？一番気持ちいいのは私は音程に合ってる、クラシックにぜひ欲しい、そういう方。はい。でもクラシックの人たちも音符をそのままやった中でみんな同じ音符やるけど、はい、そこにオリジナリティを出すのよ。はい。あなたはもう少し自分を崩すべきだと私は思っています。はい。手放すのもいいですよ、今やってる。はい、次の方。自信がないけどでも歌を歌う時は歌詞が伝えたいこともあるので自分らしく楽しく歌おうと思います。じゃあ歌詞を大切にする前にまずの大事に何を大事にしてほしいか。今音程というか音の声を出して喋ることじゃないですか。ちゃんと母音だけでも人に気持ちが伝わるようなちょっと歌い方した方がいいんじゃないですかと私は思います。トライしてください。ありがとうございました。今日はすごい豪華な方にレッスンをしていただけるので、今後声優を目指す上で自分の貴重な経験になるので、そのレッスンも楽しみつつ絶対いちごちゃんを勝ち取ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとそこから行こはい、よろしくお願いしうね。よろます。しくお願いします。ずっと家で練習してて、すごい親とかがいない時間を探っては家でたくさん練習してました。音量をすごく上げたいけど、上げたらこれは近所迷惑になるなと思って、親にも夜の10時以降にはやるなって言われて、もう10時前までにガーってやって、でもなんかバイトがある時は帰ってきたらもう10時過ぎちゃってるので、バイトがある日は全然できなかったです。出されてたそのセリフ、どこでこう感情を込めようかなとかを作戦練ってました。マイクのとの距離なんですけれども、もうちょっと近くていいかな。もうはいはい。どうぞ。マダガスカル島は日本の国土面積の約 1.6 倍の広さを持つ。ナレーションの動機っていうのはやっぱりセリフは全て動機が必要なんですけど、ナレーションの動機ってなんだろうってちょっと考えてみてください。スタンスとしてはマダガスカル島が珍しいところですごいところですっていうその気持ちというところで、そこが分かりやすく伝わるっていうのが基本です。みんな耳なじみのない言葉については割と親切めに言ってあげてください。ちょっと助詞を丁寧に、分裂2の2、そして、5行目、他の大陸と生物種の往来がもうちょっとゆっくりでいいのでやってみてください。動機がくっきりと分かるように。マダガスカル島は日本の国土面積の約 1.6 倍の広さを持つ世界で4番目に大きな島です。他の大陸と生物種の往来が少ない。アウト。生物種。もうちょっと最後笑顔があるとよかったですけどね。はい、次行きましょう。はい。不安なことは本当にもう不安しかないんです本当はなんか今の喋りもちゃんと喋れてるかなとか心配ですし、セリフも感情をしっかり相手が分かりやすいように感情を伝えられるかどうかも不安なところがたくさんあります。マダガスカル島は日本の国土面積の約 1.6 倍の広さを持つ世界で4番目に大きな島です。野生生物種の 90% 以上が固有種という生物多様性にとって重要な場所となったのです。最後の切れ方ちょっとおかしくない？
基本いいです、いいんですが、動機の部分紹介したいっていう気持ち、はいどうですっていう自慢なのかな、はいここにツアーがあったら私がガイドしますよっていうそういう気分なんだと思います。今まで専門学校で練習してきた部分がちょっと不安とか緊張があってもある程度の自分は出せていたのかなと思っております。先史時代にゴンドワナ超大陸の分裂に伴ってアフリカ大陸から分かれ、生物多様性にとって重要な場所となったのです。はい、はい、いいじゃないですか。はい、ありがとうございます。お願いします。もともと舞台とかで役者をやってたんですけど、今回そのイベント審査で私の悪い言葉の出し方が癖があるってこう指摘されたので、こうはっきり喋る練習をしました。はい、じゃあ行きましょ野生生物種の 90% 以上が固有種という生物多様性にとって重要な場所となったのです。う。世界で4番目に大きな島ですっていうとこ、大きな島ですっていうと島を強調してしまうことで大きな島、はいだから島は強調しない方向で全部同じトーンで言うんではなくて、その次のトーン、つまりどういうことかというとつって頭にポーンと出た後、これが見出しだとして少しトーンを落として次やってみない？はいではどうぞ。先史時代にゴンドワナ超大陸の分裂に伴ってアフリカ大陸から分かれ、生物多様性にとって重要な場所となったのです。これだけこう言われたことを改善して自分なりにアレンジしてきましたっていうのを見せることで変われると信じています。次いちごのソロからいきましょ昨日は青山君のこと気になって眠れなかったよ。今ストロベリーチェック。う。はい、と思います。自分でテンション途切れちゃったなと思ったらもうちょっと前に戻ってやるっていうので大丈夫です。うにゃーっていう動いてしまう、そこ情緒に気づくアドリブ一発入れてみたら、はい、そんな風にして喋る動機みたいなところを自分なりに確実に意識しながらやってみる。これじゃ授業中起きてる自信ないよ。来るなって言われるんだよね。寄ってこようとしてるんだよね。はい、今割と普通だったんだよね。そこをちょっと要注意。青山君置いて逃げるなんてできないよ。はい、攻撃されて壁に激突する、どんな風にぶつかった、ドーンってぶつかった、そんな衝撃をイメージしてぶっかけゃ、はい、そうだ。可愛いキャラってこういう感じだよねみたいな感じで、そういう感じでなんか自分も演じてて、だからその可愛いの演技の中に地声がこう入ったら説得力が増すよっていうのをこう教えていただいて、なんかそこからいちごちゃんの役作りをまた一からやり直しました。皆さん同じ芝居をしようと思っても同じにならないから大丈夫ですから。楽器が違うから本当に。はい、昨日は青山君のこと気になって眠れなかったよ。これじゃあ授業中起きてる自信ないよ。当点をいっぱい切りすぎてるかもしれない、普通だったらどう言うかなでいい。これじゃあ点、授業中点、起きてる自信ないよ。これコミックスの点々なんだよね。だからね、自分のセリフにしちゃって構わないから。はい、学んで伸びた部分が大きいと思います。口先だけで可愛ければいいとまでは思ってないですけど、感情、その人がどうしてどう思ったかとか距離感とかも勉強して。今気持ちに乗んなかったね、喉を使ってやってるそうと、体をもっと使うことによって喉でグッて締めるのではない、体のグッっていう緊張感やら、そういうフィジカルな動きをもっと使っちゃっていいと思う。そうすることによって自分の体全体を使えるから。私セリフが中学生には聞こえないとおっしゃっていただいたんですけど、確かに自分でもなんか気持ちは頑張って入れたつもりだったんですけど、なんだろう、喋り方がいちごちゃんっぽくない喋り方になってしまって。それともう一つ、やばいやばいやばい、これじゃ自分でいてこだって言ってねえのもんにゃっていうところせり上がっていくよね、そこは意識して頭からぶちかましすぎると、これ最後に猫だって言ってるやんのもんにゃっていう感情の爆発にいかないから、頭からいかない方がいいよ。あ、じゃあ交代します。やっぱりやってきたことも本番その場に立つとできないっていうことがもう多々あるので、それがもう
その場でどれだけの力を発揮できるかっていうのはやっぱ本番になってみないとわからないので、それがすごい不安でした。はい、じゃあ行きましょう。はい、ダメだ、暗すぎる。そうだよ、ミュウミュウの時はあんなにうまくできたんだもん。平気な顔してしらばっくれりゃいいんだ。リボンストロベリーチェック。はい、ちょいちょい裏返るよね、これそれはいいんです。全然そういう声なんだからいいんです。もうちょっと高いトーンで出た方が多分裏返らないんだよね、実は。今よりちょっとだけ高い声を意識してやってみたら。はい、昨日は青山くんのこと気になって眠れなかったよ。もうちょっと高いトーンだと。はい、昨日は青山くんのこと気になって眠れなかったよ。今のところ薄いんだよね、裏返りは。さっきよりずっと薄いの。リボンストロベリーチェック。はい、まあすごいやったいな。なんかもちろんいちごちゃんになりたいって思いはあるんですけど、まずはなんか自分がそのレッスンを楽しむことが一番大事かなと思って。続いて3人でやってみたいんです。先ほどやりましょう。さあ行きますわよ。いちご、ミントいつ戻ったの？行くってどこに？しかもその首輪って一体。やめて、やめない。レタスは本当は優しくていい子だよ。絶対そうだもん。はい、自分がイメージした芝居プラス相手からもらった情報で次のセリフに行くわけですよね。でその動機の部分がちゃんと見えるような芝居をしてくださってたのがとってもいいと思います。朗らかなところ、笑いとかそういうのってなかなか難しいですよね。でそれをちょっとね試させてもらおうと思っています。笑っていきましょう。笑ってみましょう。そこから大きな笑いに変えてってはい、お疲れさん。人前とかでパフォーマンスをすることに最初は緊張していたんですけど、今はもう自信がついて、人前で話したりすることも自信がつきましたね。力尽きるなよ。はい、お疲れさん。どうぞ。はい、行きましょう。じゃあ笑いますよ。なんだよ、もっと笑えよ。イメージするものがクッキーあるとちゃんと笑えるんだけどね。途中で泣かない。でも変わったなって思ってもらえるように頑張りました。メンタルが強くなりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。本日終了です。はい。いかがでしたでしょうか。次回も東京ミュウミュウニュープロローグでは引き続き最終審査の模様をお届けしていき